今日のレオアオキッチンは誰でも簡単に懐かしの味を再現。レオくんとアオイくんが味付けに関する議論を交わす場面を、はてさてどうなることやら。やあ、アオイだよ。オース、レオだぞ。切り干し大根の煮物作ってみよう。切り干し大根って調理するの難しそうだよな。水で戻したりする工程とかがよくわからなくて面倒に感じて手を出さない人も多いんじゃないかな。水で戻す？それ自体がわからないな。まあそんな切り干し大根ですが、今日は基本的な書き方で作ってみようと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。今回使用する食材はこちらです。切り干し大根と油揚げと人参か。シンプルでしょう。安くて簡単に作れるし美味しいし、作り置きもできるから忙しい時に重宝するんだよね。まず切り干し大根をざる付きのボウルに入れて水で洗います。水で洗わないとダメなほど汚いのか。その製造元の乾燥方法によるんだけど、ゴミがついてる恐れもあるからさっとでいいので洗った方がいいと思うよ。葵、すごく泡が出てくるんだけど、洗剤みたいな薬品でも使われてるんじゃないのか。大丈夫なのか。その泡は乾燥させるときに繊維の隙間に入った空気が大根に含まれている糖類などの影響で消えにくい泡になってるだけだから大丈夫だよ。水に溶け出た栄養素がもったいないので本当にさっと洗う程度にして水につけましょう。どのくらいの時間水につけるんだ？その商品の袋に記載されている親戚時間でいいと思うけど、一般的には10分から15分くらいかけて戻すといいかな。あまり戻しすぎると歯ごたえがなくなるので注意だね。煮物とかだと戻さなくてもいいっていう人もいてるけど、僕は味の乗りが良さそうなのでしっかりと戻します。ちなみに乾燥状態の量から4倍の量に増えますので戻す前に調整してくださいね。大根を戻している間に油揚げを切りましょう。油揚げっていろんな種類のものが売ってるよな。京揚げとか寿司揚げとか、使っていいものとダメなものとかってあるのか。特にないと思うんだけど、正直に言ってわからないかな。結局は個人の好みもあるから一概には何とも言えないよね。油揚げは使う前に熱湯で茹でて油抜きをするのが僕が教わった方法なんだけど、面倒なので湯沸かし器のお湯で揉み洗いします。そもそもなんで油を抜くんだ？油揚げなんだから油がついてて当たり前だろう。油がついてると味が乗りにくいし、悪い油を使って製造してたりする油揚げだと油臭く仕上がってしまう恐れもあるから、油抜きをして損することはないよ。お湯で洗うのが難しいなら水でもいいしね。わかった。水でもいいならハードルは低いよな。お湯の温度は45度あれば十分です。厚めのシャワー程度ですね。完全に油は取れないので気が済んだらしっかりと絞ってあげましょう。こちらが簡単に油抜きをした油揚げですね。これを切っていきましょう。油揚げっぽさがなくなったよな。ギトギトしてない。そうだね、全然違うよね。これしてるかしてないかで仕上がりに差が出るんだよね。視聴者の皆さんも試してみてくれよな。切り干し大根と合わさった時の食べやすさをイメージして縦半分に切ってから横から切る形で切ることにします。重ねた上から押さえて間の空気を抜いて油揚げ同士を密着させて切っていきます。切る時の幅は大体でいいと思います。あまり細すぎても味気ない見た目になると思いますし、大きすぎても食べにくい感じになりそうなのでお好みで調整してください。なるほど。食べる時のこととか完成した時の見た目を想定して切り方を考えてるんだな。そうだね。あと付け加えるならその料理を食べてくれる人が喜んで食べてくれるかとかも考えて作っているよ。切り終わったのでバットに移しておきます。別の料理を作った時に置いておいた人参の皮の部分ですが、こちらを使用していきます。切り方は大根に合わせて千切りでいいと思います。別の料理ってなんだ？アジの南蛮漬けだよ。同じ日に作ってるからね。人参も切り終わりましたのでバットに移しておきます。こっちの人参は使わなかったんだな。そうだね。案外皮の部分で事足りることもよくあるよね。10分ほど経ちました。水につけておいた切り干し大根を引き上げて水気を絞ります。このボウルに残った水は捨てないのか？この水には切り干し大根の旨味や栄養がたくさん溶け出ているんだよね。これを煮汁として使用するので捨てないように注意だよ。
この水使えるのか。無駄がないな。具材が揃いました。次は炊いていきます。フライパンに大さじ1杯程度のごま油を入れて火をつけます。フライパンが温まったら人参を投入します。あれ、炒めるのか。煮物じゃないのか。煮物を作る前に具材を炒めて食材の表面を固めて煮崩れを防ぐんだよね。じゃあ煮崩れしてもいいよっていう人は炒めなくていいんだな。まあそれでもいいんだけど、炒める理由は他にもあって、野菜の糖分をカラメル化して旨味を凝縮したり、油を使って炒めることによってコクを出すっていう目的もあるから、出来上がりの味にも影響があるんだよね。だからよほど面倒でなければ炒めることをおすすめするよ。そうなのか。いろんな理由があるんだな。人参をある程度炒めたら他の具材を投入します。具材を炒める順番とかも何か理由があるのか。どうなんだろう。僕は油を吸いにくくて硬い野菜だから人参を先に炒めるけど、特に決まりはないんじゃないかな。じゃあ完全に個人の好みによるってことか。そうだね。それでいいとは思うんだけど、火の通りにくいものからっていう基本をベースにして自分のやりやすいやり方を探りながら料理するのも楽しいよ。それについてはよくわからないな。作ってもらって食べるのが一番楽しいと俺は思うけどな。レオみたいに何を食べても美味しい美味しいって言ってもらえると楽しく料理できるんだよ。あれ、俺ディスられてない？気にしない気にしない。いい感じにほぐれて油も馴染んできたので次の工程に移りましょう。大根を戻した時に取っておいた戻し汁を 300cc 入れます。ダマになっている部分をさっとほぐします。砂糖を大さじ2杯入れます。薄口醤油を大さじ1杯入れます。みりんを大さじ1杯入れます。顆粒のだしの素を適量入れます。よく混ぜて調味料をなじませます。この段階で味を決めようとせず、心持ち薄めに味をつけて後から調整するようにします。なんでそんな面倒くさいことするんだ。一発で味を決めてかっこいいところを見せてくれよ。一度入れてしまった調味料を取り出すことはできないから、一旦薄めに味をつけて煮詰めていって足りない分を適宜足していく方が失敗が少ないと思うよ。ここで一度味見をしておきます。味見をして何がわかるんだ。これからどんどん煮詰めるんだろう。味見をするなら煮詰めた後じゃないのか。レオの言いたいことはわかるんだけどね、何回も作っていく中で毎回この段階の味をしっかりと覚えておくことで煮詰めた後の味が予想できるようになるんだよね。すると結果的にレオが言っていた一発で味を決めるスタイルに近づいていけるんだよ。まあ大体は後から足すけどね。俺はその後から足すっていうのがよくわからないんだよな。毎回同じ分量で同じように作れば同じ味になるんじゃないのか。そうなればすごく楽なんだけどね。実際には同じ分量にして同じ作り方をしても毎回同じ味にはできないんだよ。それができるなら超一流の料理人になれてるよ。どういうことだ。食材に含まれている水分量だったり糖分量だったり気温によって蒸発するスピードの違いや味の感じ方とかも違うし、毎回同じようであって同じのものはないんだよね。だからそんな中でもできる限り美味しいって言ってもらえた味をもう一度食べてもらいたいから、味見をして僕たち作りでは味を覚えておく努力をするんだよ。そうだったのか。でも気温によって味の感じ方って変わるのか。夏場は汗をかくでしょう。体が汗と一緒に流れ出た塩分を補給しようとするから味は濃いめにつけなさいって教わったし、逆に冬場は塩気を控えて味をつけなさいって教わったよ。そうか、ちゃんとした理由があるんだな。昔から伝えられているなんてことないようなことでもちゃんと意味があるから伝え続けられているんだよ。ただ年月が経つにつれて意味を伝えることができずにその行為だけが伝えられてきたからわからないのも無理はないと思うよ。それにさっき言ったことは僕の解釈だから間違えてるかもしれないしね。もう一度味見をしてみます。少し薄く感じたので薄口醤油を大さじ1杯足します。調味料が全体に行き渡るように混ぜます。もう一度味見をします。納得のいく味になったのでこのまま煮詰め続けます。煮汁がこのぐらい少なくなったらいい感じだと思います。火を消してこの状態のまま置いて冷ましましょう。すぐに盛り付けたらダメなのか。煮物は冷める時に味が染み込むからしっかりと冷まして味をのせたいと思ってさ。なるほどな。
こちらが冷ました切り干し大根の煮物です。しっかりと冷ましたので煮汁もすべて具材が吸い込んで旨味を余すことなく閉じ込めてます。こんもりと少し高さを出せるように意識して盛り付けていきます。素朴な感じでなんだかばあちゃんを思い出すな。ふふふ、僕もよくおばあちゃんの切り干し大根食べたな。盛り付け終わったので完成です。全然難しくなかったな。そうでしょう。作り置きもできるから普段のおかずに困った時の常備菜としても優秀なのでぜひ作ってみてください。これからも視聴者の皆さんに美味しくて幸せになれるような料理を投稿していくから、ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてくれよな。拙い調理技術と動画編集技術でお見苦しいかと思いますが、これからもよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会おうな。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。